金沢大学附属病院栄養管理部で栄養管理室長をしています徳丸俊明と言います。管理栄養士として栄養指導ですね、疾病の方を対象に食事療法の説明などをしています。あとは入院患者さんを対象に栄養管理の計画を立ててその実行をしています。私は普段慢性腎臓病の方を対象に栄養指導を中心に行っています。腎臓病の食事療法っていうのは基本的に食塩を制限するとか、あとはカリウムを制限するとか、リンを制限するとか、基本的には制限が中心の食事療法が中心です。しかし何かを食べて腎臓病の進行を遅らせるとか、腎臓が良くなるっていう食事療法は今まだ世の中に存在しないっていうのが現状です。一方、今僕が注目しているのは発酵という分野です。発酵食品は一部食品において発酵することで栄養価が高まるということが知られています。現在酒粕を使った食事療法の研究を行っているんですが、酒粕自体を摂ることで腎臓に負担になる物質が体の中から減少したり、あるいは酒粕に含まれている栄養素そのものが腎臓にいいかもしれないということに着目をして研究をしています。現在私は石川県の地元企業であるアクトリー社と共にキヌアの研究を進めています。アクトリー社は環境関連のプラントを開発製造される会社なんですけども、並行して次世代の食料資源としてキヌアの研究開発も行っている企業です。温暖化が進むと干ばつなどが進んで水資源の確保が難しくなると言われています。キヌアは水資源が乏しいところでも生産が可能で、かつ他の穀物に比べて栄養価が高いことが知られています。国連食糧農業機関 FAO でもスーパーフードと位置づけて世界の栄養問題の解決の手段の一つに挙げています。アクトリー社は2016年に世界で初めてキヌアのゲノム配列を明らかにしました。これらの結果を国際科学雑誌に発表するなど、これまでキヌアの基礎的な研究を先駆的に進めてこられた企業です。2020年からはキヌアと乳酸菌を組み合わせた機能性の発酵食品、この開発をスタートさせています。私も発酵に関する研究を行っていることから、キヌアと乳酸菌の研究のことを耳にしてとても興味深い研究内容だと思いました。またアクトリー社の環境問題に対する企業理念にとても感銘を受けて、キヌア研究の研究成果を社会実装する一助を担えればと共同研究を進めています。キヌアを使ったパンになります。でこのパン作るのが実際なかなか難しくて、キヌア自身、グルテンが入っていないっていうのもあって、粘り気がもともとあんまりないっていうところもあって、パンなどに加工するのが結構難しかったりします。カップケーキの方は、主食というよりもデザートを意識したものです。割と取りやすい食品を目指しています。まだ現在開発中なんですけど、キヌアをミルクにしてそれを発酵した飲み物を作ろうと今しています。先ほどお話したように発酵をすると、パンも同様もそうですけども、このキヌアのミルクの栄養価も高まることが期待できるので、普通の食事として摂取することで何かしらの健康効果が得られるんじゃないかなということを期待しています。キヌアそのもの正直あんまり美味しくないというか、米とか小麦に比べるとやっぱり食味が落ちるっていうところがあります。ただこれを美味しく食べることができれば栄養価をしっかり摂取するっていうことができるので、保水性を高める工夫であったりとか、あとは食味を良くする工夫であったりとか、そういったものを調理の過程とか材料とかを工夫して美味しく仕上げられるように努めています。キヌアの食品をパンとか米にとって変わってっていうことは今の時点では考えていなくて、一つはまずそういった選択肢を増やせればなと思っています。毎日食べてるパン、小麦のパンがお好きな方はそれで食べるのも一つかもしれないですけど、その選択肢の中にキヌアが入るっていうことで、もしかするとそのキヌアのパンを美味しく食べられて、かつそれで健康が得られればその人にとってハッピーだと思うので、そういった選択肢を増やせるようにできたらなと思っています。そもそもアクトリー社は水資源が乏しいところでもキヌアが育つというところに着目をして世界の環境問題に対策しようと長年この研究に取り組んでこられました。金沢大学との共同研究によってキヌアの健康効果が確認されて、キヌアの付加価値が高まれば世界中でキヌアの存在が知られてキヌアを栽培する地域が増えることが期待できます。
キニアを使った食品や料理が普及することで世界の低栄養や過栄養に対策することができます。金沢大学とアクトリー社が協力をして環境問題に対する課題解決を進められたらと思います。食べ物は美味しく食べるっていうのがすごく重要だと思います。なので美味しいものを美味しいだけ食べて好きなだけ食べてそれで健康が得られるっていう社会が実現するともう人類みんなが幸せになるんじゃないかと思います。